どうも、ダイキングです。今回はですね、MacBook Air おすすめモデルと、M1、M2 の違い、どういったとこに感じるのか、逆に違わない点はどこなのかみたいなね、お話ししていきたいかなと思います。前々回ぐらいなんですけども、上げた MacBook のね、選び方、これ全モデルをですね、熱く語ってるんですけども、この動画、コメント欄とかもね、ちょっと見ると面白いんで、見てもらいたいんですけど、とにかく MacBook Air の M1 と M2 って、これどっちがいいんですかっていう質問が、めちゃめちゃあったんですよね。メモリどうしますかみたいなところ。そこら辺ちょっと含めてね、細かい部分はコメントとかでも返してるんですけども、じゃあどっちがいいのかっていうところをですね、見ていきたいかな。一応 M2 で MacBook Pro もね、あるんで、そこら辺と含めて全部見ていきたいと思いますので、ちょっと今気になってるよな、でも聞く人いねえんだよな、周りにみたいな方はぜひね、この動画めちゃめちゃ参考になると思います。なると思うんで、全部ね、一応見ていきたいかなと思います。Mac の選び方動画っていうのも、もっと先に見てもらうとめちゃめちゃわかりやすいと思うんで、こちらの動画もぜひご覧ください。まずは、全部比較とかをね、サクッとしていきたいと思います。MacBook Air っていうところを見ると、この M1 と M2 チップっていうのが出てきます。ということで、まずはこの M1 の方からちょっと見ていこうかなと思うんですけども、さらに詳しく。はい、エアに新しい力を乗せてっていうことで、デザインはですね、以前の2017年ぐらいから出たモデルだと思うんですけども、この先が細くなっていくおなじみのデザインに、この M1 チップっていうですね、Apple が開発しためちゃめちゃ性能が良くて、さらにバッテリーもね、非常にいいというものになっております。Apple Silicon っていうものなんですけど、それの第1号が M1 チップになります。小さなチップ、大きな一歩っていうところで、Mac のために設計した初めてのチップっていうことで、今までそのインテルっていうね、ところがほぼチップっていうこの CPU っていうところを全部牛耳ってたんですけども、Apple が作りました。で、これがすごい良かったのかっていうと、iPhone とか iPad でずっと10年ぐらいやってた技術を全部ぶち込んだんですよね、Mac に。なんで、これパソコンです。パソコンですじゃん、スマホです。CPU8 コアとかですね、そう、できることを増やして使う電力を減らしました。非常に電力効率っていうのをね、気にしてるっていうか、性能もちろんなんですけど、高い性能を維持しながら電力消費を抑えるっていうことが、重視してるところですね。GPU とかもあるんですけど、4K 動画とかも全然いけたりします。最大18時間。動画とかだったらね、ストリーミング、YouTube とか18時間とか、普通のウェブブラウジング15時間とか、ファンなし、ノイズなし。で、結構このファンがないから大丈夫ですかっていう質問もあるんですけども、うまく熱をね、逃がす構造というか、そもそも熱がね、溜まりづらいので、ただファンがないことで静かっていうところはありますね。賢くなってますよっていうところですね。フォンとかもそうですけどね、iOS、ハードとこの中身をね、一緒に作ってるので、非常に親和性がいいっていうのはね、反応の良さ。はい。で、インテル版から多分変えて一番最初に感じるのが、そのスリープっていうか、一回パソコン開けた時の起動のスピードがめちゃめちゃ速いんですよ。iPad みたいな感じ。パソコンって結構ね、昔のやつと遅かったりするんですけども、で、このユニファイドメモリっていうのが、後ほど一体化してるんで、連携がめちゃめちゃスムーズなんです。今までのやつっていろんなところに離れてて連携してたんですけど、その分ね、時間かかってたんですけど、反応に。ディスプレイとかは以前と同じ感じですかね。でも普通に綺麗です。文字は驚くほどシャープ。すごいな、このピクセル密度のトンテクノロジーとか。これ多分iPhone とかと似てますね、非常に。で、カメラに関しては昔と720p。ここがちょっと微妙なところではありますけど、普通に使う分にはそんな問題ないと思うんですけど、マジックキーボードも以前のままですね。この上の部分がまだちょっとちっちゃいんですけど、ファンクションキーっていうところが。で、Wi-Fi 6とかこのサンダーボルト。端子はやっぱちょっと少ないかなと思うんですけども、M1 で M2。こんな感じであるんですけども、もう一個その M2 をさっと見ていくと、はい。大きく変わった点としてはやっぱこのデザインがもう変わりましたね。これ一新されました。5年ぶりぐらいかな。で、M2 チップっていうのが乗りましたっていうところかな。で、バッテリー時間に関しては同じ。性能上がったけど、同じっていう感じで、ディスプレイとかも一緒かな。はい。この上の部分、ノッチっていうね、感じになりましたね。上のデザインが iPhone みたいな感じで、ここにカメラが入ってます。インカメラとかも良くなってますね。全体的にすごいフラットなデザインになりました。パワーは軽くないというところで、1.24 キロになったので、ちょっとね、軽くなったかな。M1 と比べると。で、薄さ全体的に非常にフラットで、持ちやすい感じがしますね。カラーもこのミッドナイトっていうのがね、今僕使ってるんですけども、おなじみのスペースグレイとか、シルバーと、あとスターライトっていうね、新しい色とかもですね、これも結構新しさを感じるとこかなと思います。で、マグセーフ充電っていうのね、昔あったやつですよね。これ復活しましたと。パフォーマンスについては、あんま変わんないです。正直ね、M1 のスピードと電力効率を一段に引き上げる次世代の Apple Silicon。基本的にはそんな変わってないですね。ちょうどちょっと
こら辺は詳しく話します。インテル版と比べると15倍高速最大ですけど、ここら辺は全然違いますね。CPU でだいたい 18% 高速、GPU で 35%、ちょっと動画性能の方の系が大きいかなと思います。で、M1 と比較してもビデオ編集 1.4 倍とか1.2倍とかかな。ゲームとかも多分そんな変わんないし、プロレゾビデオぐらいかな。大きく変わったっていうの。はい。1.2 倍とかなんで、あんまり誤差程度かな。ただ、インテルベースと比べると、かなりビデオ、動画とかは15倍とか、写真とかでも5倍とかあるんで、7倍とか、彼は完全に別物ですね。プロレゾ24倍とか、アップスケーリングとかね、かなり違うんじゃないかなと思います。ストレージとかは、載せれるのは一緒か 2TB とか、これは綺麗ですけど、基本的には変わってないか。この明るさがちょっと明るくなったかな。確か。ぐらいでほぼ変わってないですね。で、カメラがさっきの M1 Air と違って、この 1080p っていうのがね、なので、綺麗ですね。あとマイクとかも、ちょっと良くなったのかな。でもそんなに、あと一応空間オーディオ対応したスピーカーが入っております。ここはでも違いだと思います。そのハード面というかね、外見の違い、カメラ。キーボードが、さっき見てもらった M1 と違って M2 が今度、タッチ ID とか大きいですね。この一番上のファンクションキーが大きくなってるので、使いやすいですかね。使いやすいなと思ったのはここですね。で、接続方法で、基本的に一緒なんですけど、このマグセーフっていうのが左についたので、磁石でくっつけてカチッっていうね。でもそんなもんかな。ディスプレイも1台までなので、それも一緒ですね。外部ディスプレイも1台なので、特に変わんないかなっていうところ。あと一応プロモデルも見ておくと、M2 だとこの13インチの MacBook Pro ですね。ちょっと今回こっちは性能が高いので無視して、この13インチ MacBook Pro が、大体M1 の MacBook Air と一緒で、中身だけ M2 チップになったっていう感じですね。13インチの今までの MacBook Pro に最新のチップが入ってるっていう感じ。なんか iPhone みたいな感じなんですよ、本当に。バッテリー時間が長いっていうところが一番のポイントかなと思います。M2 の進化。なんでさっき見た M2 Air と基本一緒ですね、中身は。そんな変わんないです。これは M1 の13インチの MacBook Pro との比較ですね。2倍もいかないかなぐらいの全部。インテル版変えたら全然違います。はい、さっきと同じ感じで。ここ違いとしてはこのファンっていうね、熱を逃がす構造があるので、ちょっと長時間作業でもどうなんだろうな、変わるんじゃないかっていうところはあるんですけども、ストレージとかはそこら辺も一緒で、ディスプレイとかも特に、レティナディスプレイで、特に一緒かなっていうところですね。明るさとか、この辺も変わらない。カメラに関しては M2 Air の方がいいですね。これも 720p とかだったと思うんで、昔のままなんですよね。で、タッチバーも一応あります。これはいらないけど僕は。基本個人的には使わないんですけど、タッチバーが欲しい人はいいのかなっていう感じですけど、あんま僕は活用の場がわかんない。はい、これもキーボードとか一緒ですね、基本的に。はい。で、接続も特に一緒だし、端子が多いってわけでもないです。Wi-Fi 6とか、これも特に変わりません。外部ディスプレイも、1台かなっていうところで、一応比較をね、ざっとしますと、価格としてはだいたい3万円差かな、M1 と M2 Air が。で、M2 Air とこの13インチ Pro が1万円ちょっとの差かなっていうところですね。で、ディスプレイサイズはちょっと M2 Air の方が大きい。CPU とか GPU、コア数微妙に違いはあるんですけども、そんな変わんないです。で、メモリが一応 24GB までそれますよっていうところかな。で、バッテリーがちょっとやっぱプロモデルだけちょっと長いですね。これもそんな変わんないかな。エンコードエンジンとか。プロレゾだけ対応してるんで、それぐらいかな。動画編集。あんまこう気にしなくていいかなって思います。ストレージも一緒で、ディスプレイとかも全く一緒ですね。ちょっとこの明るさだけ若干違うんですけど、あんまり普通に使ってたら感じることはないと思います。で、重さが M2 Air が一番軽いですね。M1 Air とそのと誤差程度ですけど、で MacBook Pro 13インチはちょっと重めになってますね。このぐらいだと重さの違いは感じると思います。で、カメラがやっぱ一番インカメラが MacBook Air いいので、オンライン会議とかそういう時いいですかね。で、スピーカーも、いやどうだろうな。あんまりそんな変わんないと思います、正直。空間オーディオ対応してますけど、使った感じあんま変わんないです。そんなもんかな。この辺の規格も全部一緒なので、充電に関しては M1 と M2 は一緒です、ここは。全く一緒で、プロモデルだけちょっと2時間ずつ長いのかな。ただ、67W か。ちょっと充電器は大きくなります、こっちの方が。パワーが必要なんで、その分。っていうところはあります。M2 はこの 67W だと、高速充電。30分だったかな、50% だったかちょっと忘れちゃったんですけど、高速充電対応してます。地味に便利かなと思います。っていうところで、おすすめモデルね、サクッと見ていきたいと思うんですけども、で、この M1 と M2 っていうのがあって、基本的にはもう、初心者とかであればこの8コア、この一番安いモデル、メモリ 8GB、256GB で、全然いいかなと思いますね。4800円。で、こう飛びますと、一応メモリが8と16、ありまして、
て、メモリが大きいほど、同時にアプリがですね、こうできて、パフォーマンスはね、ちょっと向上かなっていうか、でもそこまで変わんないかなと思います。8ギガでも、結構これも聞かれるんですけど、8ギガで結構何でもできます。動画編集もできるし、ぶっちゃけ8ギガでいいかなっていう感じですね。相当動画編集をゴリゴリするとかじゃない限りはいいかなって思います。8ギガで。で、ストレージは、中にデータ、どれぐらい保存できるかなっていう写真とか、音楽とかアプリとかね、そういったもんですよね。領域を増やす倉庫みたいな感じです。256あれば大丈夫かなっていうところで、もしさっきみたいな動画やるんだったら、僕は確か16ギガで1テラのモデルを使ってました。でも結構いい値段になっちゃうっていうのはあるので、これだったら僕 M2 買った方がいいんじゃないかなっていう感じは正直あります。なんで一番いいとした効果、上げるとしてもこのストレージぐらいかなところですね。 512GB にして、ぶっちゃけ8ギガでいいかなっていうところはありますね。ファイナルカットプロ高いM2 の方は、これストレージが違うだけなんで、ここですね。16万4800円からなんですけど、で、このプロセッサーに関しては、ちょっとこの GPU が多いんですけど、2個は。これは多分上げなくていいと思います。どっちも買って比較してみたんですけど、変わんないです。正直。もう誤差っていう感じ。なんで、これにお金かけるんだったら、まだメモリとかにした方がいいかなっていう感じですね。ぶっちゃけこのモデルで全然いいかなっていうところ、上げてもストレージぐらいかな。19万2800円。全然これでいいかなって思いますけどね。僕の場合は、動画編集をゴリゴリしているので、16ギガに上げるところが、どのポイントなのかってちょっと難しいんですけども、でもやっぱその20分以上の動画とかを結構作る。動画編集を頻繁に、週どうだろう3、4回とかね、なんかその YouTuber とかじゃない限りはなかなか8ギガで足りなくなるってことはね、ないんですよ、正直。足りなくなってもね、スワップっていうものでこのストレージの方を使うっていうね、なんか便利な機能があるんで、なんかちょっと借りてくるみたいな、やべ足りないみたいながあるんで、ぶっちゃけ8ギガでいいかなっていうところ。これもなんか別に上げる必要ないと思うし、これなんて書いてあるんだろうな。そうですね、グラフィック。一応このグラフィックとかのタスク。一応僕こっち上げてあるんですけど、ちょっとで作業時間を減らしたいから。基本多分いらないと思います。なんで16で、動画編集するとこれぐらいでなんか十分かなっていう気もしますけどね。で、なんかファイナルカットプロ20分ぐらいの動画で、マックスでも15ギガぐらい使ってましたね。メモリを。なので、僕一応24にしてあるんですけど、多分16あれば足りなく、多分あんま変わんないですよ。この16と24で。一応僕このマックス、このモデルは僕使ってるのは24で1テラにしてあるんですけど、ぶっちゃけいらないかな気がするので、普通の人はこれでいいと思うし、1ギガと 256GB、256。16と動画大ならこのぐらいかなっていう。512か1テラあったらいいけど、みたいな感じですかね。ぐらいでぶっちゃけいいと思います。はい。これ USB-C ポート2つのやつか。これ別にいらないかなっていう。多分アンカーとかのやつを買った方がいい気がします。プロモデルも見ていくとなんかこういきなり出されるんですけど、この13インチ。基本的にあんまおすすめしないんですけど、やっぱデザインが昔のままで、デザインがやっぱ古いモデルなんで、あんまおすすめしないんですけど、基本的にはでも一緒ですね。動画したいならこれぐらいでいいんじゃないかなっていう。でも1テラとかにしちゃうとさ、もう26万か、さっきの14インチに近づいてしまうので、あんまりやっぱおすすめしないですよね、正直。でもでも5万ぐらいあるのか。これぐらいがスポット的にはいいのかな。これ以上多分やると、さっきの14インチが28万ぐらいなんで、じゃあそっち買った方がいいですよ、絶対。性能的にもまずそのカメラ性能とか画面もあっちの方がいいし、スピーカーもいいし、全部いいんですよ、あっちの方が。なんであんまり、14インチとかの方がいいのかなって思ってきちゃうんで、ぶっちゃけあんまおすすめしないですというところですね。買い方みたいなお得なところで言うと、このコミュニティ欄っていうところで、チャンネルのページなんですけども、さっきでたまたまね、Amazon で、Amazon セールの時に、定価16万4800円なんですけども、この156ギガ、メモリはちょっと8ギガになっちゃうんですけど、ぶっちゃけこれでいいかなっていう感じで、112ギガでも、18万か。ちょっと高いなっていう感じするんで、あれなんか値段変わったな。ちょっとなんか上がった。スターライトが、価格がですね、そう、この13万円台になるんで、M1 のモデルは今多分ね、ないんだよね、在庫が。はい。セールで11万ぐらいだったんですけど、もしこれも復活したら、さっきのコミュニティ欄でこう出していこうと思うんで、土曜の昼時なんですけど、撮ってるのが。結構僕見てるんで、こういった情報を出していきます。Amazon で買うのも割とありかなと思ってます。ちょっとなんかミッドナイト値上げしちゃったけど、8,000円はこれはちょっと安いです。絶対に買った方がいい。
トレージこれでいいなっていう話ですけど、ちょっと最近ですね、まあ、楽天リーベイツ、まあ、もしちょっとカスタムして買いたいみたいなところであれば、この楽天リーベイツが最近公式インフルエンサーなんかメールが来て、初回なんか一応500ポイントなんですよ本当は。なんだけども、なんか本当僕のこのリンクから行くとプラス100ポイントもらえるみたいなんで、まあ、一応30日以内で3000円以上を使うっていうね対象にはなるんですけども、このエントリーボタン入ってもらって楽天リーベイツ経由で買うと、まあ、ポイントがねこれでまた別で、まあ、アップルなら 1% かなつくので、まあ、これ結構お得とか意外と知らない人多いんですよね。これでもめっちゃ簡単です正直。このアップルの例えばストアページ見るっていうところで、基本新製品はちょっと対象外になっちゃうんですけど、今 Mac mini M2 とかは、まあ、iPhone 14 Pro とかもね一応対象なので、これでストアに進むっていくと普通に、はい。まあ、今、学割とかもやってるんで、これで学割いったらめっちゃ安くなるんじゃないかな。24,000円かな。学生の人とかは。はい。で、こっから普通にですね、買うだけなんですよ。さっきみたいに。ああ、じゃあ M1 買おうかな、みたいな感じで。そしたら 1% 分入ってくるんで、結構でかいよね。ってくるんで、これまだめっちゃ簡単なんでおすすめでございます。あと、まあ、この整備済み品ストアっていうのもあって、下の方にあるのかな、これ。整備済み品って検索するか、まあ、一応この下の方でですね、ここちっちゃいけど、ここにあるんですよ。はい、まあ、学生だったらこっちとかで、今見て M1 のモデルはちょっとねやっぱなかったので、まあ、これもまあありかなと思いますけどね。今だとちょっと Amazon の方が安いんで、確かさっきポイントでも 1% か、まあ、つくので、まあ、今だと Amazon がいいかなっていう感じはするんですけども、整備済み品も結構おすすめかなと思うんで、14万か8000円、まあ、ちょっとこっちも見てもらえばなと思うんですけども、はい。で最後ちょっとこの M1 とまあ M2 で違う部分と逆に感じないところ、まあ、一緒じゃんみたいなところを、まあ、3つずつぐらいね、まあ、僕も半年ぐらいどっちも、まあ、M1 も1年ぐらい使って M2 もだいたい半年以上今使ってるので、そこの感想とかも含めると、まあ、まとめると違う部分ですね。まずコメントして、まずまあデザイン面ですね。まあ、M2 がその非常にこうフラット平ら本体なので持ちやすいとか、まあ、デザイン面で結構かなり違います。平らで、まあ、軽くなるとか、まあ、やっぱカラーとかも結構いろいろミッドナイトとかスターライトとか今までにないようなねカラーがあるので、そこの新鮮さみたいなところはあります。ただミッドナイトは、めちゃめちゃ指紋は目立ちます。っぽい色はどうしても目立つんで、まあ、そこはちょっとデメリットではあるんですけど、あとはそのマグセーフ搭載端子のところで言うと、ちってこう磁石でつけれるタイプがあるんで、ここもいいかなと。僕はでもあんま使ってないです。まあインカメラですね。やっぱ M2 の方が綺麗。スピーカーもまあちょっとまあいいか。あとファンクションキーって一番上の部分がまあ結構大きいので、使ってると結構ね使いやすいんですよ。M1 もまあ使いづらくないけどちっちゃいんで、ちょっとタッチ ID とかも押しづらいんでね。こうまあそこの細かいんだけどこう使いやすさみたいなところはやっぱりあります。M2 の方がデザインがやっぱ変わったんで、2つ目としてはまあ一応性能の違いっていうところはあるんですけど、まあぶっちゃけこれは誤差です。あんま変わんないけど、まあ一応言うと M1 と比べるとまあ最大で1.4 倍高速なのでちょっと速い。ちょっと。で CPU で言うと最大18倍、18% 高速、CPU が最大 35% だけども、普通に使う分にはもう変わりません。これもう人間が体感できるレベルではないです。はい、これ実際使っても思いました。わかんねえって。ただその動画編集に関してはまあちょっとやっぱり優位性みたいなところはあるかなって思いました。比べてみてもまあ多分数十秒とかの時もあるんですけども、個人的にはメモリが一応 24GB まで載せれたので、まあ、結構 16GB でちょっと足りないなっていう時が、まあ、僕の場合はあったので、結構ゴリゴリ動画編集するならまあ M2 でもいいのかなっていう、まあ、動画編集日常的にするならところですけど、ただ逆に言えばそれ以外のところはもうほぼあんま変わんないんで、詰めとしてはこの価格ですよね。金です。金です、世の中。3万円差ではあるんですけども、この Apple Store の価格だと13万4800円。で、M2 Air がまあ16万4800円っていうところで、まあここをどう見るかみたいなところはあります。コスパで言うとやっぱ M1 の方がいいんですけど、あとはまあこのデザインが気になるかどうかっていうところかなっていうところで、使えたらもう全然いいよみたいな人はもう M1 でいいと思うんですよ。まあでもやっぱりどうせ Mac 使うのちょっとかっこいい新しいやつがいいなみたいな。だったら M2 でもまあいいかなっていう3万円差。まあ長い目で見ると、この質問であったんですけど、まあ M2 の方がまあもちろん新しくね最近出てるんで、長い目で見るとまあ持ち運びとかの面ダメとか、まあ、キーボードのその使い勝手とかで、まあ、細かいんだけどやっぱこうね毎日こうちりつもじゃないですかそういうので作業時間が気になるとか、まあ、そういった人はまあ M2、まあ、ちょっとやっぱクリエイター寄りなんですよ M2 の方が。まあ普段使いはでもあんま変わんないと思うんで、これまあ M1 Air がコストパフォーマンスで言うとそっち選んだ方がいいかなって思うんですけど、この M1 と M2 でまあ同じ部分ですよね。まあ逆にそう使ってみてあんまり違いを感じないなっていうところ、まあ普段のやっぱ作業面とか、まあ基本的な性能はまあ
変わりません。普段の作業っていうと、例えばじゃあそのネットサーフィンとかですよね。動画閲覧とか、YouTube 見たりとか、Netflix 見たりとか、メールとか、Excel とか Word とか、Google スプレッドシートとか、何でもいいんですけど、その仕事、事務的な感じですね。どっちかテキストベースのやつとかは変わんないです。もうどっちもそもそも M1 でも性能いいんで、簡単な画像編集、簡単なっていうのがあれなんですけども、動画編集とか、もう全くその M1 で問題なくできますし、僕も1年間使って、多分動画100本ぐらい作ったと思うんですけど、全然それでもゴリゴリ大丈夫だったんで、なかなか M1 でそんな不便はあんまり感じたこともなかったんで、長い多分動画編集とかじゃない限りは、20分を超えてくるような30分とかになってくるとちょっときついかなっていうところは、その快適に、全然編集はできるんだけど、ちょっと快適にはできないかなっていう、難しいんですよね、そこら辺が。できるかできないかで言ったらできるんで、2つ目がそのやっぱ画面とかキーボード周辺、ファンクションキーとか以外の部分は基本的にはそんな変わんないので、画面についても綺麗さとかは一緒だし、画面の質が M2 の方が、デザイン変わったけど別に良くなったわけではないんですよね。ちょっと微妙に明るくなってるんだけど、でもノッチ部分とかも特に気になるとこはないので使ってて、一応ノッチ隠すみたいなこともできるんで問題ないかなって。あとトラックパッドとかも使用感とかは変わんないですね、正直あんまり。一応比較したらちょっとね変わるのかもしれないですけど、普通に使う分には多分あんま変わんない。もともとやっぱトラックパッドとかそもそもハード面の性能はいいんで。3つ目としては、スピーカー性能ですね。M1 Air と多分 M2 Air はぶっちゃけ大差ないですね。良くなったかなという気はするんだけど、ぶっちゃけあんまり変わんないです。M2 Air がちょっと空間オーディオっていうのでちょっと広がりがある音楽出せるっていうのを対応したので、気持ち広がるかなっていう感じ。音質はあんま変わんない。一つで、その結論としては、デザイン気にならないなら、M1 MacBook Air でいいかなっていうのがところです。コストパフォーマンスで言うと、コスパ最強、初心者向けですね。なんで安くて高性能、その価格に対して非常に性能が高いっていうの。バッテリーがね、もう減らないんですよ。減らないバッテリー。マジで減らない。iPhone みたいな感じ。iPad とか、使いやすいデザインっていうか、価格もっていう感じで、整備済み品とかね、今ちょっとさっき見たらなかったんですけど、M1 のモデルとか、中古とかだと多分ね、10万とかであるんで、探してもらう。メルカリとかそういうのもね、あると思うんで、初心者の人ちょっとあんまおすすめしないんですけど、その中古品、ちょっとハードル高いっちゃ高いんで、MacBook Air に関しては、それでも全然いいと思います。クリエイター向けかなっていうところで、デザインのやっぱ違う部分というか、進化の部分とか、インカメラとか良かったりするんで、使い勝手とか、細かいそのキーボードの部分とかも進化してますし、性能はちょいアップ。ちょいアップってイメージ。できるだけやっぱ薄いというか軽いパソコンで高性能なものが欲しい。全然お金出していいですっていう人は M2 がいいと思います。M2 MacBook Air の方が。僕はそっちなんです。価格もその分ちょっとアップします。性能ちょいアップ。価格が上がった分その性能がぐんって上がるかっていうと、上がんないです。正直言うと。そういった意味でコスパはあんま良くないかなと思うんですけど、整備済み品だとさっきみたいに14万ぐらいと、たまたま今 Amazon で在庫あったんですけども、13万円台とか買える時あるんで、13万円だったら多分 M2 買った方がいいかなっていう感じはします。安い。これで最後注意点とすれば、このインテル版のね Mac っていうのがあるんですけど、インテル版の MacBook Air、今ちょっと使ってる方とかいると思うんですけど、これはゴミっていうとちょっと申し訳ないけど、結構やっぱ熱暴走したりとかですね、昔の Mac とかフリーズとかねしてたんですよね。今ほぼフリーズとかないですね。本当に熱が溜まって動かなく、熱くなることはあるんですけど、止まるとかいうことはないですね。本当に性能がまずもう雑魚全然違うし、動画編集 4K とかは全然 MacBook Air とかインテル版とかもうほんとできないレベルだったんですけども、全然今できますし、あとやっぱバッテリー持ちが全然違います。本当に倍以上というか、特に普通に使う時のバッテリーもそうなんですけど、その待機電力っていうのがねめちゃめちゃやっぱ違う。前のインテル版のやつって机に置いとくじゃないですか。置いといて次の日見たらなんか 20% ぐらい減ってんだよね。何もしてないのに。でも M1 となってから待機電力も全然減らないんですよ。なんか iPhone とかと一緒だから、超電力性能がすごいというか、なんか賢くなったんですよ。ちょっと安く買えてしまうっていうね、インテル版結構あったりするんで、インテリアみたいな感じで買うならいいかもしれないですけど、見た目は一緒なんで、自分が使う用として買うと結構後悔。やっぱ M1 さインテル版から買えると多分感動するレベルで違うんで、ゴミは買わないでください。ところでございました。参考になりましたら幸いでございます。もうちょっとやっぱ初心者向けにですね、全部 MacBook のモデル説した前回の動画とか M1MacBook Air の動画とかも再生リストでまとめてます。M2 も最安モデルと今の僕が使ってる一番ハイスペック、フルスペックみたいなやつもそれぞれレビューしてるんで、比較とかもしてます。もうちょっと細かいとこ気になるんだよなみたいな人は多分動画どうだろう10本ずつぐらいあるのかな。はい。もし気になる人はかいつまんで見てもらえば、一応再生リストとかまとめてありますので、概要欄とかに、今後こういった動画見逃したくないよっていう方はぜひねチャンネル登録とグッドボタンお願いします。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。良い一日お過ごしください。バイバーイ。